皆さんこんにちは、立花さゆりです。皆さん人と会話をしてて、いざ自分の番が来たらどんな言葉からスタートしてますか？もしかしたら 4D 言葉からスタートしてしまってませんか？皆さん 4D って知ってますか？はい、知ってます。映画館に行って 3D メガネをかけて、さらに椅子が動くやつです。ではい、ブブー。それとはまた違います。そっちの 4D ではありません。今日お話しする 4D はちょっと厄介な 4D です。今日お話しする 4D 言葉っていうのは、でも、だって、どうせ、だからです。会話の始まりがこの言葉から話す癖のある方、気をつけてください。実はこれコミュニケーションの本や人間関係の本にも何度も書かれていることなんです。では今日はこの 4D 言葉を使いすぎるとどうして悪いのか、そして人間関係にもどんな影響が出るのか、ここを分かりやすくご説明していきます。さらに今日は代わりに使っていただきたい 3S 言葉、こちらについても詳しくご紹介します。そしてこの動画がどっかに行っちゃう前に、今のうちにチャンネル登録と、そしていいねボタンよろしくお願いします。ではまずこの 4D からご説明していきます。まずデモです。デモは否定です。相手の意見を否定して、そして会話をストップさせてしまいます。はい、次にだってです。だっては言い訳です。自分を正当化してます。はい、次にどうせです。どうせは諦めです。やる気をなくして成功の可能性を閉ざしてしまってるんです。はい、ラスト、だからです。だからは否定的な決めつけです。そして行動を阻害してしまいます。私の知り合いでこの 4D マンがいてるんですよ。もう空気を一瞬でネガティブにできるプロです。まだ会って5分しか経ってないのに帰りたくなるもん。私別の動画でヤーマンヤーマンさんのお話もしております。とてもいい内容になってますので、まだ見てない方はぜひ概要欄から見てみてください。この 4D から会話を始めてしまうと、自分のことを相手に悪い印象を与えてしまいます。そして何よりも自分の潜在意識にネガティブな悪いメッセージを送ってしまいます。はい、例えば先輩がこの資料ここを直したらもっと良くなるよって言ったら、あなたはでも時間がなかったのでアドバイスをしてくれてるのに、もう否定と言い訳をしてますよね。はい、次の例えです。上司があなたにこの報告期限過ぎてるよねって言われた時に、あなたはだって他の仕事も忙しくて、これはもう責任逃れと言い訳ですよね。はい、次の例えです。同僚があなたにこの企画チャレンジしてみたらって言った時に、あなたどうせ私なんて無理です。これは自分で自分の未来を諦めてます。はい、次の例えです。上司があなたになぜ連絡が遅れたのって聞かれた時、あなただから電車が遅れてたんです。これはもはや逆ギレですねじゃあこの 4D 言葉をずっと使い続けるとどうなるかと言いますと、あなたの周りの人はあなたのことを、うわこの人はずっと否定から入ってくるなっていう風な悪い印象を与えてしまいます。そして何よりもあなたの潜在意識はあなたの言葉をずっと聞いてます。ネガティブな言葉を発すれば発するほど、あなたの潜在意識はネガティブになっていきます。はい、ではここで 3S 言葉をご紹介します。はい、まず最高、そして素晴らしい、そしてすごいです。これ 3S 言葉って有名なんですよ。でも私的にもう一個足したいんですよね。最高、すごい、素晴らしい。で、私が作り上げたのが素敵です。そしたら 4D と 4S で
語呂がいいじゃないですか。で、私本を出版するときそう書きます。4D vs 4S みたいな。なぜこの 3S 新 4S が存在するのかと言いますと、この4つを言ってるだけでまず相手のことを褒めから入ることになりますよね。まず会話の始まりに相手のことを褒めてあげると、相手はとても心地いいです。そして人間関係もとても心地いいものになります。以前にこのチャンネルで褒めシリーズをたくさんお届けいたしました。まだ見てない方は概要欄から見てください。褒めテクニックなどたくさんお話ししております。はい、では今日のお話をまとめます。最初の一言が変わるだけで会話の空気が全く違うものになります。はい、4D、NG4D ワードはでも、だって、どうせ、だからです。そして今、さっき私作り上げた 4S です。素敵、最高、素晴らしい、すごい。この4つです。この動画の最初の方に 3S って言ってたのに、今、ちょっと 4S になっちゃいました。途中で急に改革を起こしてしまいました。はい。皆さん、今日のお話の中で一番ドキッとした 4D 言葉どれでしたか？ぜひコメントで教えてください。はい、皆さん、今日の動画いかがだったでしょうか？いいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。今日は最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。